事業戦略に必要な分析手法、SWOT 分析と PPM 分析。おはようございます。マサルです。今回は SWOT 分析と PPM 分析について一緒に勉強していきましょう。早速今回の問題に挑戦してください。 IT パスポート平成30年春問い17。ある業界への新規参入を検討している企業が SWOT 分析を行った。分析結果のうち機会に該当するものはどれか。あ、既存事業での成功体験。い、業界の規制緩和。う、自社の商品開発力。全国をカバーする自社の小売店舗網。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は、業界の規制緩和が正解です。それでは解説していきます。SWOT 分析とは、内部環境と外部環境をプラス要因とマイナス要因の4つのカテゴリーに分けて分析する手法です。SWOT 分析をすることで強みや機会を生かした戦略を立てることができたり、弱みや脅威を知ってリスクを最小限に抑えることができます。今回の問題の選択肢がそれぞれどのカテゴリーに当てはまるのか考えていきましょう。まずはあの選択肢、既存事業での成功体験。既存事業は内部環境です。かつ成功体験なのでプラス要因です。よってあの選択肢は強みに該当します。次はいの選択肢を見ていきましょう。業界の規制緩和。業界は外部環境です。規制緩和によって新規参入しやすい状態になっているのでプラス要因です。SWOT 分析でいうと機会に該当します。今回の問題は機会に該当するものを選ぶ問題なのでいの選択肢が正解です。続けてうの選択肢を見ていきましょう。自社の商品開発力。自社の話なので内部環境です。そして商品開発力があるということはプラス要因なので強みが該当します。次の選択肢を見ましょう。全国をカバーする自社の小売店舗網。こちらも自社の話なので内部環境。そして小売店舗網があるというのはプラス要因なので強みが該当します。分析対象が内部環境なのか外部環境なのか、そしてプラス要因なのかマイナス要因なのかを判断して答えるようにしましょう。それでは今回の問題を見直します。ある業界への新規参入を検討している企業が SWOT 分析を行った。分析結果のうち機会に該当するものはどれか。正解は業界の規制緩和です。業界は外部環境、規制緩和はプラス要因なので機会に該当します。もしくは消去法でも考えることができます。選択肢のだけが外部環境で残りの選択肢は全て内部環境です。正解は1つなのでが正解だと判断することもできます。それでは別の問題にも挑戦してください。 IT パスポート平成29年春問い34。 PPM の目的として適切なものはどれか。あ、事業を強み、弱み、機会、脅威の4つの視点から分析し事業の成長戦略を策定する。自社の独自技術やノウハウを活用した中核事業の育成によって他社との差別化を図る。市場に投入した製品が導入期、成長期、成熟期、衰退期のどの段階に当たるかを判断し適切な販売促進戦略を策定する。複数の製品や事業を市場シェアと市場成長率の視点から判断して最適な経営資源の配分を行う。それでは正解の発表です。正解は複数の製品や事業を市場シェアと市場成長率の視点から判断して最適な経営資源の配分を行うのが PPM の目的です。それでは PPM 分析について解説していきます。 PPM 分析は事業や製品を市場成長率と市場占有率の2軸から分析して4つのカテゴリーで分析する手法です。まずは問題値から見ていきましょう。市場成長率が高いのに市場占有率が低い場合は問題時に分類されます。問題時は事業の将来性はありますが事業を育てるために積極的な投資が必要です。次は負け犬です。市場成長率が低く市場占有率も低い場合は負け犬に分類されます。負け犬は将来性もなく占有率も低いので将来的には撤退すべき状態であると判断することができます。次は花形です。市場成長率が高く
市場占有率も高い場合は花形に分類されます。花形は将来性があり占有率も高いので売上を伸ばしやすい状態です。しかし市場占有率が下がってしまうと問題児になってしまうため、継続した投資が必要です。最後は金のなる木です。市場成長率が低く市場占有率が高い場合、金のなる木に分類されます。市場成長率が低いということは新規参入者が少ないことを表します。その中で市場占有率が高いので安定した収入が見込めます。金のなる木に分類された場合は最低限の投資に努めて他の製品やサービスへ投資を検討する必要があります。それでは問題を見直しましょう。 PPM の目的として適切なものはどれか。正解選択肢は A、 複数の製品や事業を市場シェアと市場成長率の視点から判断して最適な経営資源の配分を行う。こちらが正解選択肢です。間違い選択肢も確認しておきましょう。あの選択肢は先ほど勉強したスウォット分析です。いの選択肢はコアコンピタス経営の目的。うの選択肢はプロダクトライフサイクルの目的です。余裕がある方は間違い選択肢の内容も確認しておいてください。それではここでブレイクタイム。問題とは関係ありませんが、今回のテーマに関わるエピソードを紹介したいと思います。 PPM を実際の事例で考えてみたいと思います。キヤノンの事例を使って考えていきましょう。キヤノンはプリンター、インクジェット、カメラ、ファックスなど様々な事業を展開しています。例えばプリンター事業、現在ペーパーレス化などで市場の成長率は低いものの、キヤノンのプリンター市場の占有率は高いです。そうなるとプリンター事業は PPM 分析のどこに当てはまりそうでしょうか。プリンター事業は金のなる木に該当します。つまりプリンター事業はキヤノンを支える資金源になっています。では次にカメラ事業を見ていきましょう。キヤノンはカメラも販売しています。カメラは最近ブームになっていたり、これからも市場が成長すると考えられますので、市場成長率は高いです。しかしカメラを販売するメーカーは多く、キヤノンが特別市場を占有しているわけではありません。ではこの場合 PPM 分析のどこに該当するでしょうか。キヤノンのカメラ事業は問題児に該当します。市場の成長率は高いのですが競合が多いので市場の占有はできていません。よって問題児です。このようにして企業の製品やサービスを PPM 分析することができます。実際の事例に当てはめて考えてみると面白いですよね。あとこれは本当に余談なんですが、今回の事例として取り上げたキヤノンをカタカナにするとキヤノンになり、ヤが大文字になっています。大文字になっている理由は全体の見た目の文字のバランスを考えて綺麗に見えるようにしたからだそうです。会社名はとても大切なので、間違えてヤを小文字にしてしまいキヤノンと書かないように気をつけたいですね。それでは最後に復習です。 IT パスポート平成30年春問い17。ある業界への新規参入を検討している企業がスウォット分析を行った。分析結果のうち機械に該当するものはどれか。正解は業界の規制緩和です。次の問題。 IT パスポート平成29年春問い34。 PPM の目的として適切なものはどれか。正解は複数の製品や事業を市場シェアと市場成長率の視点から判断して最適な経営資源の配分を行う。こちらが PPM の目的です。その他間違い選択肢も余裕がある方は覚えておきましょう。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。そして最後にお知らせです。2024年1月からマサルの勉強部屋が運営するオンライン自習室がスタートしています。 IT を一緒に勉強する仲間が欲しい方、チャンネルメンバーシップに登録してDiscord で行われるオンライン自習室に参加してみてください。詳細は概要欄をご覧ください。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。